マルクス共産党宣言という本がありますけれども、この逆を目指したのが幸福宣言。ネパールよ、国を売るなかれと。侵攻あるネパールの国が危険にさらされているのではないかと。将来は世界各国に幸福実現党の分身とも言うべき政党を立ち上げていきたいと思います。また現在貧しい国々が抗議を起こしていくための方法についても指導できると思います。そのような党創立者大川隆法総裁の願いを受けて、釈尊のふるさとであるネパールを全体主義国家の侵略の危機から守るため、今回釈良子党首が現地を訪れました。皆様こんにちは。こんにちは。幸福実現党の釈良子です。幸福の学国際本部の松尾圭一と申します。今日は2人で送らせていただきます。よろしくお願いいたします。国際本部さんのご協力で3月の末にネパールに行かせていただいて、でちょうど松尾さんその前に、その直前に入らせていただきました。ですよね。ネパール行ったばっかりそうですね。なのでちょっと2人で行きたいと思います。じゃあまずちょっと今見ていただいているのがヒマラヤ山脈なんですけれども、松尾さんもご覧になりました？そう、ヒマラヤ山脈見させていただきました。8000メートル級の山が、世界に14座あるんですけど、そのうちの10がですねネパールにあるということで、すごい神秘的なものすごい素晴らしいエネルギーを感じました。そうですよね。じゃあそのネパールのちょっとご報告を今日はさせていただきます。まずインドと中国の間に挟まれた国で、人口は3000万人ぐらいですね。で面積は北海道の 1.8 倍で、ほとんどがヒンドゥー教徒8割ぐらいですね。だけどヒンドゥー教の上にお釈迦様が、ブッダが、そうですね。カトマンズの文化としてはですね、お釈迦様を中心とするという宗教文化が色濃く残っている。それが、非常に珍しいスタイルですよね。最近ですね、非常に激動の政治情勢があったということで、去年大変なことになりましたよね。そうですね。政府が SNS 規制を行ったということで、オリ前首相ですね、親中派、中国と非常にべったりで、汚職事件とかでもいろいろ話題になった方なんですけれども、この人が SNS をバンしたっていう26ですね。でファッツアップとかインスタとか、ほとんど若い人が食べていけない国、人口の中央値は26歳っていう。26歳、若いですね。若いですよね。で残っている若者たちはみんなインターネットで仕事してるのに、この SNS 規制ってなんだっていうことで、長年の汚職への批判もあって、不満が噴出して全土的にデモが起きて、大変痛ましい。そうですね。77名の若い人たちが亡くなって、これ私が行った時にヒルトンが全焼して、というような状況です。で77名、こちらもですね、若い人たち。これ私も見させていただきました。本当に国会議事堂前ですね。本当ですね。これ国会議事堂。ここは軍人とか警察とか結構来たんだけど、ここからもう突破して、この上からなんと奇跡的に政権交代がありまして、3月の5日に総選挙があって、で、なんと、親中派のオリ首相の後にですね、35歳の元ラッパーのバレンドラ・シャーさんが就任すると。若いですね。本当に。でちょうど私が行った時は3月の末なんですけど、バレン首相の就任式が行われておりまして、ヒンズー教や仏教のお坊さんがその就任式に参列するという、非常に中国やマオイストと近かったところと大転換が起きたという、こうなった流れが大川隆法総裁先生のお言葉だったってことなんですよね。そうですね。大川隆法総裁はですね、15年、ちょうど今年15周年になりますけども、このアジアミッションということで、アジアの各地でですね、2011年2月にはインドのデリー、3月にはムンバイ、そしてネパール、そしてインドのブッダガヤで、5月にはフィリピン、そして香港、そしてですね9月はシンガポール、マレーシア、そして11月スリランカと、こういうふうにですね、アジア各地で自由民主進行を訴える、こういったご法話をしてくださった、こういう感じでございます。
中国の脅威の中、はい、砲の巨弾というか、はい、すごい光の砲弾をですね、7カ国で撃ち込まれたということですよね、はい、この5砲話なんですけれども、質疑応答の2問目で、はいはい、支部長の奥さんプジャさんが手を挙げて、手を挙げられてご質問をされたと。ネパールには平和がありませんっていうね。でそこで大川隆法総裁先生がですねお答えになったということで、現在ネパールはとても危険な状態にありますと。平和を望むだけでも何も積極的な行動を取らなかったらチベットのような運命をたどっていくでしょうと。ネパールに幸福の科学の信者がたくさんいれば私はこの国を見捨てません。その時は私は必ずあなた方を助けに来ます。このようにお答えになったというわけなんですね。最初質問してこの国に平和がありませんって言ったら、総裁先生が政治の話はしないようにと言われてますと言ったんだけれども、私は聞きたいのは平和の話ですと畳みかけた信者さんの思いを受けられて、ここまではっきりとお示しくださったということなんですよね。で、私もこの言葉ですね、現地で、とにかく総裁先生のこの言葉にしびれたっていう言葉をですね、男性たちから随分聞きました。翌年からこの言葉のもとに大伝道されたんですよね。そうですね。ネパールのこの支部少女をですね建立、それがですね2014年の8月30日、ご殉職の3年後になります。しかしその後にですね2015年にネパールのこの大地震があったということなんですよね。しかしですねその支部少女は非常に安全な状態でたくさんの方々を救援するというようなことを救済活動いたしまして、その後ですね信者をその軸としたですね政治に関する学習会をたくさん行った。その後ですねこの2020年の信者を核とした5000人規模のですね民主化のこのデモ、大川隆法総裁のですね言葉を実践したい、広げたいという思いを持った人がですね民主化のデモを行ったと、こういう形の流れで活動をですね反マオイスト、反共産主義のデモがこの辺りから何度も繰り返してこうしたものが全土的に影響を与えた数万人規模のデモが何回も行われたというふうに聞いています。でその後総裁からこうした活動の流れを受けてまたですね総裁先生からもですね2021年の12月エルカンタレ祭5法話として、これ日本でですけども地球を包む愛というタイトルの5法話でですねネパールよ国を売るなかれと、こういうふうな言葉をですね発された。そしてですねその後も活動は盛んに続きました。25年にはですね大川隆法総裁が作られている楽曲があるんですけども、それが主なる神を称える歌という楽曲があるんですけども、この中にたくさん政治に関する理想の政治に関する考え方が歌詞として織り込まれておりまして、それをですねこのネパールの現役の国会議員の方がたくさん信者でいらっしゃって、学習会にも出られている関係で超党派の政治家たちでですねその歌詞を学んで、そして歌う合唱するというようなですねことが、そしてその後ですね幸福の科学は何度もこの自由を広げるということに関する思想が表現された映画を国内外で上映してるんですけども、2025年の11月映画「ドラゴンハート」がですねなんと国営放送でかかったということでございます。ネパールテレビで全国で放映されたということでございます。でちょうどですね釈さん当初が先ほどおっしゃった2026年の3月5日総選挙がですねまさしく2011年の3月4日のご殉職のちょうど15年と1日後ということで、ぴったり15年すごいですよね。本当に考え方って強いなって、思想の強さですね。これ現地で私もですね、総裁先生の主の言葉がネパールの未来を変えてくださったっていうことで、ディネス支部長をはじめ、本当に皆様が感謝をされておりまして、それはもう本当にもう胸に染みました。総裁が行かれたこのネパールとのつながりあるんですけれども、もうちょっと前からね教団とはつながりがあったということで、まずちょっとそもそもなんですけれども、今年実は日本とネパールの国交が70年なんですよ。
ちょうどそうですね。ということは、はい、総裁先生がですねお生まれになった1956年、そのですね7月7日にお生まれになったわけですけど、その2ヶ月後の9月に確か国交が樹立された。だから同じまさしくタイミング。今年まさにご生誕70周年という節目の年なんですけれども、ブッダ最多70年そうですねでもあるし、国交70年という、そうなんです。ちょっとこれ偶然ではないと私も本当に思います。その間のちょうどですね、2006年のことですけども、国交樹立、50周年にあたる時にネパール釈尊館が落慶していると。愛・地球博っていうですね、そうですね、愛知県で行われた、時にネパールからパビリオンとして来た中に、最古のハラティマタ寺院の、レプリカを持って帰れなくなって、そうですね、幸福の閣が購入したっていう、そういう流れがあるってことですよね。幸福の閣は教団としてですね、総本山昇進館というのが栃木県の宇都宮にございますけれども、その敷地内に、ネパールのですね、数様な宗教施設のレプリカがですね、建立されて、一つですね、国同士の一つの霊的なというか考え方、文化的な交流をですね、総裁先生が目指されたのかなという形です。じゃあちょっとそのあたりも見ていきたいんですけれども、ここからちょっと私の基調報告的なところです。でまず空港に入るとですね、トリブバン国際空港なんですけれども、一歩足を踏み入れるともうブッダ像からね、松尾さんもご覧になりました。もうこう突然入ってすぐのところにありますよね。で左側にこうロードブッダっていう、ロードブッダ、もう偉大なるブッダですね。最大の誇りが釈尊の生誕地である。そうですね。でちょっと私が立ってる場所なんですけれども、総裁がですね15年前にネパールに殉釈された時にちょうどここで写真を、撮られていたので、ちょっと立って、その時の方もね、持ってますけれども、後ろに見えるのがですね、お釈迦様の誕生物、マヤ部人の右脇からこう、お生まれになられて天上天下優雅独尊っていったこの誕生物とか、あるいは太古のお姿とかがこうレリーフというか油絵になってるんですよね。でちょうどですね、この矢印があるところがエベレストなんですけれども、今見ていただいているのがマウンテンフライト。マウンテンフライト。はい、朝ですね、早朝にですね、カトマンズの空港からヒマラヤ山脈に沿ってですね、こう飛んでって、でまた U ターンして帰ってくるって大体1時間ぐらいのコースなんですけれども、オプションで。素晴らしいんでしょうね。いやこれがすごくて、もうまさにこの霊的な、なんていうんですかね、この聖なるエネルギー、シャンバラの、エネルギーというか、もうこの聖なる雰囲気がまさにシャンバラ、ですね。ドラゴンハート、ドラゴンハートの霊的な交流が起こるような、そうですね、エネルギーの出元なんでしょうかね。だからとにかくこの国に行くと瞑想がしたくなるっていう、これがですね、先ほど松尾さんも言った、スワヤンブナートという世界遺産なんですけれども、ここに最古の寺院でいうハラティマタ寺院があるんですね。でこのハラティマタ寺院なんですけれども、ネパール釈尊館中に入るとヒマラヤがバーッと見えて、ハラティマタ寺院もあるので、ぜひふるさとを感じて、そうですね、いただきたいですよね。行っていただきたいと思います。日本にいるネパール人の方、かなり訪問された方も多いみたいです。4月7日8日あたりですね、花祭りが行われ、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思います。ですね。こちらがチベット仏教の総本山のボダナートになりまして、世界遺産ですね。こちら松尾さんもこちら行きました。行かせていただきました。で今写真に写っておられるのが総本山のボダナートの大僧正の息子さん。これ上から見えるところなんですけれども、もう世界中からお参りに来られて、五体統治とかお経を読まれたり、これいろんな人種の方がいらっしゃるんですよね。ですよね。宗教立国って幸福実現党を目指してるんですけれども、なんかこう絵でっていうか、なんか磁場で感じました。チベットが中国に蹂躙された後、たくさんのチベットの方々が
ネパールになるほど。亡命されてきて、なのでチベット仏教の総本山で非常に大事な、でかつこの政治と宗教って問題が非常にテーマとして重いものがあるんですよね、チベット仏教の方々にとっては。はい、でここからルンビニなんですけれども、マヤデビテンプルというですね、この白い建物が釈尊がお生まれになった第一歩目、天上天下有我独尊といったそのところをですねガラスでこう覆ってあって、でマヤ部人が捕まっておられた枝が残っていたっていう、そういう場所なんですよね。で非常に尊い場所で皆さん額をつけたりキスをされたりというような形で信仰を表しておられましたね。でこれがプルスカニ池っていう釈尊の産湯と言われるところで、この周りにですね参拝できる場所があるんですね。世界各国の方がこうやってきて靴を脱いで預ける場所があってですね、みんな裸足ないしは靴下でこう、松尾さんも行かれてきました。これあれですよね、お坊さんが仏教のお坊さんだけじゃなくていろんな宗派のお坊さんがこうやって一緒に祈り捧げられてる。パーリ語でですね、私が行った時はお経をあげておられて、古代インドのですね言葉ですね。で私瞑想してたら犬が来てですね、犬が来たんですね、スリスリ来てですね、なるほど、もうこんなに居心地のいい場所はないっていうくらい、なんかこう祈りのなんていうか思いが溜まってるというか、慈悲がぐわーっと湧き上がってくるというか、そうなんです。そういうのを感じしてましたね。慈悲の大地でしたね。でこちらがですねアショカ王の石碑なんですけれども、大東征域期に玄奘三蔵がアショカ王のこの石柱が2つに折れて埋まってたっていう記述があるんですけど、19世紀に発掘したところですね、全く同じように2つに折れたものがあって、でここからルンビニであるっていうことが、釈尊の生誕地がルンビニであると、そうですね、ということが分かったっていう、そういう歴史的な遺物です。でこちらはですねカピラ城跡になりまして、お釈迦様が出家なさる前にですね過ごされていたところで、大変感動的な場所でもあります。でここからですね、中国との国境にですね、行ってまいりました。仏教のあるいはヒンズー教のですね、旗がですね、五色の旗が、それがだんだんなくなっていって、中国の先ほどの赤い星が出てくると。でこれ川を挟んだ向こう側が中国です。で悪路でですね、土砂崩れがしょっちゅうあるんで、ちょっと私高所恐怖症ですごい怖かったんですけれども、本当に道なき道。そうです。ここは国境沿いのですね、ネパール側のやっぱり施設ですね、行政の施設ですね。ここから渡るとそこを渡ると、そうですね、向こう側が中国で、簡体字の中国語のですねスローガンがバーッとあって、まさに異形の国、全然違いますね。渡ることができるんですか？渡ることもできるんです。近くまで行ったらですね、なんで日本人がいるんだということで、ネパール側に通報されていて怖い思いをしました。で向こう側がですね、なんとチベット自治区に相当しまして、ですので監視カメラがこうやって立ち並んでいる、なんかすごい怖いところで、国境近くはですねこういう中国資本がですねどんどん入っているところです。でロケンドラ元首相という政界の重鎮と対談をさせていただきました。で中国の影響が非常に強くて、信仰あるネパールの国が危険にさらされているのではないかと大変心配です。राजा महेंद्र को टाइम में यो बाटो बनायो तो हो कोदारी अब
UK रे इन्डियनहरू यस्तै कुरा राजा महेन्द्रले कम्युनिजम गाडी चढेर आउँदैन आफ्नो देशभित्रको स्थिति ठिक गर्यो भने कम्युनिजम आउँदैनでこちらはニチェプ元保健大臣との対談もさせていただきましたが、ロケンドラ元首相もですね、ニチェプさんも大変宗教性の高い皆様で本当に徳のある感じが伝わってきました。でこちらは、支部少女の中でシャンバラを守れ大会というのをさせていただきました。マルクス共産党宣言という本がありますけれども、この逆を目指したのが幸福実現です。本当の革命というのはですね、自由の創設である。もしネパールに繁栄したらその繁栄が中国にも広がりますし、アフリカのような国々の規模にもなります。で大川隆法総裁の幸福実現党の目指すものを拝聴したりですね、ご法話を拝聴した後にネパール語でですね、幸福実現党の目指すものをみんなで唱和させていただきました。でちなみに幸福実現党の目指すものは、この国の政治日本精神的支柱を立てたいとかですね、何々したいっていうこういう言葉が、連打されておりまして、英語版では I want っていう、そういうですね、言葉が16行の短いものなんですけれども、これ日々唱和させていただいてます。元国会議員の方なんかも参列されていただいて、参加していただいてます。Not only Buddhism and religions is best for the people's Buddhist curriculum, because both religious, spiritual, and also social, also political also this time. So I'm very happy because these are all the things in society we need. If we can go ahead together, religion and politics, it will be the best result in the world. Because a leader should be a religious person. Then he rule properly nation, society. I think so. でこちらの写真なんですけれども、最後出国するときにですね、ネパールの空港家族連れ親族みんなでちょっとハグハグしてるの見えますか？これ家族大事な娘、息子をですね、国外に送り出さざるを得ない、それでみんなでっていうのをこう見た時にですね、なんかちょっと切なくなるものがありまして、日本今非常に移民に対する排外的なそういう声も上がってるんですけれども、少しこういう側面があることをですね、ぜひ知っていただきたいなと思いました。こういう思いで来られてる方がたくさんいると、ここでネパールが大きく変わるきっかけになったとされる総裁のご法話を、お聞きください。I'm afraid that you are a very dangerous situation in the long history of Nepal. If you like peace and peace only, and don't work actively, you will follow the destiny of Tibet. If you are cross country, I mean the intimate country with Japan, and if there are a lot of happy science members in Nepal, I will not abandon this country. I surely rescue you at that time. In the near future, will change this country, and you yourself can be brave people and prosperous people, and you yourself can defend from the intrusion from other countries. I hope so, and I'll help you in this respect. I promise. 私が言っておきたいことは、お金で魂を売っちゃいけないよと。
間違ったことのために魂を売っちゃいけないよ。ネパールよ、テレビで私の放送を聞くと思うが、国を売るなかれ。スリランカもインドも気をつけてほしい。本当の神は皆さん方の自力によって豊かさを導く道を説いています。我が言葉を軽んずることなかれ。ありがとうございます。言いたいことはまだまだあります。世界164カ国以上の皆さん、どうか私の話を近隣の方々にも伝えてください。まだ人類は救えるところにいます。しかし私の言葉を聞かなかったら、人類は半分にまで減る可能性だってあります。私はそれを10年以内に言うことをできれば避けたいと思っています。どうか私の言葉を信じてついてきてください。そして伝えてください。ありがとうございました。ありがとうございました。この言葉で大きく国が変わったっていうですね、感動が本当に広がってまいります。松尾さん、マレーシアとシンガポールにも行かれてるんですよね。はい、行かせていただきました。大川隆法総裁の言葉の中にもやはり中国のですね影響がこう広がっていくというようなこういったお話もありました通りですね、まさにですね、言ってみるとですねかなり中国が経済的にもなんか浸透しているという形、親中的なそうですね、親中的な方向に。この理由は何なのかっていうところがね、やっぱり経済ですよね、のところで、やっぱり街中の雰囲気なんかはそうですね、感じられたと。中国資本のですねタワーマンションが次々と建っているような状態で、数年前まではなかった状況だという現地の人がおっしゃっておられました。非常に危惧される、懸念される状況かなというふうに思わせていただきました。大川隆法総裁が対中包囲網という自由民主振興で中国の民主化、自由化を促していくっていうですね、こうした大きな流れを私たち特に台湾のですね活動で訴えておりますけれども、広げていきたいですよね、アジアの各国にね。行かせていただきましてですね、本当に宗教立国のなんていうんですか、心の絵で描くことができるようになったっていうのはありがたかったな。あと磁場ですね、愛ですね。そうですね、ブッダを信じる方々が来られてますけれども、まるでこう天上界と地上がくっついてるというかつながったそういう磁場の中で慈悲がもう第一の慈悲になってるっていうような感じしましたけれども、でもまたもう一方ですね、日本に帰ってきて思ったんですけれども、日本の幸福の科学の渋谷精舎、特に精舎の磁場に、まさにヒマラヤ山脈のお近くにいるインドの方々がものすごい感動されてるっていうね、ある大きな組織の代表のに近い方来られたんですけども、こういうふうにスピーチをしてくださいました。ちょっとお読みいたします。皆さんにハッピーサイエンスの精舎を訪れることを強くお勧めしたい。精舎が醸し出す平静は想像を超えるものですと。まるで別の惑星にいるかのような光を感じますと、こういうふうにおっしゃってくださって、やはりその神を信じる心、それに基づいてですね反省して、そして瞑想して祈り、そして戦争、さまざまな戦争とか争いがなくなることを祈りながらですね生活したり仕事をしたりする、こういったですね磁場というのは本当に大切なのだなというふうに感じさせていただきました。今全世界に何カ国に広がっているんですか？今幸福の科学は192カ国に信者が、幸福の科学にも四国、徳島にですね、生誕館がありますけれども、幸福実現党の夢としてはですね、その生誕館でですね、戦争中の各国の首脳が手を握り合って恒久平和を誓うというような、こうしたですね未来をありありと心で描いて、全世界伝道、また恒久平和の実現に向けて力を合わせていきたいなと思います。今日はありがとうございました。